鈴玉狩り。巻きつく茨は罪深き者の烙印。あまたの師範商人をほふり、その名を恐怖で刻んだ残虐の影。縄についた彼は処刑寸前に鎖を断ち、奪いし刃に故郷たるエオヒドの剣技を授けた。宙を裂く石人の上は決して満たされることなく、さらなる血を求めなおもさまよう。この夜の地で終わりなき恐怖を刻むために。こちら側のどこからでも切れなかった皆様、こんにちは。ドクロマと申します。この動画は、鈴玉ガリガリ検定、準2級資格取得に向けた、講習兼対策動画です。一身上の都合で、執行者でしかプレイしていないため、どう弾くのがいいか、という観点を主とした内容になっています。数多くの夜あたりにトラウマを植え付けた鈴玉狩り。恐怖を克服し、自信を持って対処できれば、さらなる深い夜に潜る上での、追い風になるやもしれません。では早速、対策の方針決めから参りましょう。その1、トラウマ、苦手意識の払拭。鈴玉狩りと遭遇したらまず、装備や味方、レベルなどの状況を鑑みて挑むか否かのジャッジを下します。化け物じみた火力を前に、生存できるかどうかが何より重要だと思いますが、その判断の基準は人それぞれです。厳しい状況では、仲間を守り、支えるための力に、ためらう状況では、己の存在が挑む理由に。そんな自信につながるように、敵を隅々まで観察し、抜けのないデータ収集を目指します。その2、討伐スピードの向上。デイリーボス以外は、例に倣って時間制限付きの立ち会いとなります。火力のみならず、非常にタフな鈴玉狩りですが、状態以上への耐性は意外と脆く、執行者が得意とする分野が非常に有効なので、通常武器での攻撃に戦技、強化された解放斬り、さらにはテクニカルな弾き方を絡めたカウンターまで視野に入れ、できる限りのダメージ効率を意識していきます。その3、状況に応じた柔軟性。鈴玉狩りの攻撃はそこまで複雑でなく、様々なカウンター方法が考えられますが、一度のミスが死を招きかねず、特に問題なのが通常武器運用によるスタミナ管理です。ハイリスクなものから安全なものまで、その時々の状況に応じて対応を変えられるように、なるべく複数の執行プランを準備します。一例として参考にしていただければ幸いです。以上が今回定めた対鈴玉狩りの追求方針。ご存知の方も多いかもしれませんが、先んじて一部使用する予定の特殊な操作について紹介します。抜刀による戦技の後突き消し。一部の戦技では、使用後の硬直を抜刀操作で省略でき、その恩恵を最も身近に体感できるものが血の刃です。通常回避するよりも、約25フレーム早く防御体勢を取ることが可能です。おそらく使用率もかなり高いであろう。この血の刃を差し込める隙も明確にしていきます。失踪操作による即納刀。失踪キャンセルという名でプレイヤー間に浸透している代表的なテクニック。長い無敵フレームの獲得やスタミナの温存、特に通常武器を維持したまま弾く、対等状態のコントロールとして活用します。弾きの判定としては納刀扱いになるので、スタミナ不足によるブレイクを防ぐ手段としても役立ちます。入力キー的に足元ピンを打ってしまいがちなのと、移動入力が残っていると、そのまま失踪してしまうので注意が必要です。途中納刀による疑似キャンセル。通常弾き中はどのタイミングからも納刀に移行できます。この性質を利用すると、納刀操作ではキャンセルが効かない、ジャンプ攻撃やガードカウンターなどの後硬直を短縮できます。キャンセルが効く通常弾きを一瞬挟んでから納刀することで、動作がスムーズにつながり、主にジャンプ攻撃後に素早く納刀したい場面で活用します。失踪キャンセル同様、
弾き猶予の延長もできるので、弾き入力が早すぎた際の保険としても覚えておくと便利です。理論上は、最長の弾き猶予を獲得できます。ロック解除によるのけぞり制御。重い攻撃を弾いた際の大のけぞり。キャラが向いている方向から後退するという性質を逆手に取り、のけぞり中にターゲットロックを解除し、後方操作によって密着を維持するキャラコン方法です。ひいき目に見ても人外な動きになりますが、納刀とは別の間合い管理として活用します。これらのテクニックは、便宜的に裏弾きとでも呼びましょうか。余談ですが、各テクニックを知人に名付けてもらったところ、このような奥義名を授けてくれました。彼には相当の竜が描かれた裁縫道具箱を送ろうと思います。湧き上がる羞恥心に目をつむり、これらの故障は後に使用させていただきます。裏弾きは操作の安定性をやや損ねるので、リスクとリターンが噛み合う場面でのみ、選択肢の一つとして取り入れてみようと思います。やるかやられるかのデスマッチ。真っ先に全滅の2文字が脳裏をかすめるほどの威圧感に手元も狂わされそうですが、慣れてしまえば動きはわかりやすく、対処の幅も広い、実にパリごたえのある相手です。これを見てくれている執行者たちの躊躇の壁を少しでも低くできることを目指して、ここからがあなたの鈴玉ガリガリへの第一歩です。鈴玉狩り。調整ミスかと見たがえるほどの圧倒的強者。本編の商人狩りでは飽き足らず、夜渡りたちをもことごとくほふるその姿は、まさに連続殺人鬼のごとし。砦地下、屋上、フィールド、デイリーボスと、どこにでも出没するエルデンリング版ジェイソン。彼を知り、己を知れば、百戦危うからず。まずはモーションから、隅々まで見ていきましょう。毛さ切り。予備動作、向かって左側の構え。弾き後状況、よし。コンボ指導として品質します。わずかにディレイがあるので注意。見てからジャンプ避け可能です。なぎ払い。予備動作、向かって右側の構え。弾き後状況、よし。手の速い攻撃で、指導としても、毛さ切りからの派生としても品質します。あらかじめ読んでいれば、ジャンプ避け可能ですが、他にも派生択があるので、実践には不向きです。突き。予備動作、先端を向けた構え。弾き後状況、よし。なぎ払いから繋がることが多く、稀に指導技としても使用してきます。根元付近なら先読みでジャンプ避け可能ですが、こちらも実践向きではありません。兜割り。予備動作、高く掲げた構え。弾き後状況、よくなし。なぎ払いからの派生として品質。剣を大きく振りかぶるため、判別は容易ですが、緩急の効いた高火力技なので注意が必要です。強なぎ払い。予備動作、向かって右側の赤いため。弾き後状況、よくなし。釈光をまとったなぎ払いの強化版。毛さ切り、兜割りからの派生で使用し、コンボの締めに当たる攻撃ながら、後隙は短め。見てからジャンプ避け可能です。釈光三連撃。予備動作、向かって左側の赤い構え。弾き後状況、よし。浮かせた剣を2周回転させた後に叩きつける。途中でキャンセルされることのない確定連撃。気持ち早めのジャンプで前段回避可能です。盾叩きつけ。予備動作、盾を取り出す動作。弾き後状況、よくなし。非常に後隙の長い攻撃で、さばいた後は唯一の聖杯便チャンスとなります。背後状況で品質する性質から、立ち回りで背後をキープすると誘発し続けることもできますが、範囲攻撃のためマルチでは危険なのと、
位置調整にリソースを割かれ、大したリターンは取れません。衝撃波部分ならジャンプで避けれることがありますが、実戦向きではありません。釈光爆破。予備動作、赤い光のため。弾き後状況、よくなし。叩きつけから派生する反撃狩りの爆発攻撃。不意をつかれやすいフェイント気味の技ですが、派生条件が存在するため、後ほど解説します。つかみ攻撃。予備動作、左手釈光まとい。弾き負荷。緩慢な動作でタイミングがつかみづらく、前方に広い亜空間判定を持ちます。見てからジャンプ避け可能ですが、少し高度が必要で手がかりはつかまれます。エオヒドの剣舞。予備動作、ぐるぐる剣。弾き後状況、気持ちよし。長いためから発射される前方にめちゃ伸びるドリル攻撃。遠距離時は内側に判定のない切り払い付きのポッキードリル。近距離時は先端まで判定たっぷりのトッポドリル。距離に応じて2種類のドリルを使い分けてきます。発射前に高く浮かせるのがポッキーで、アンダースローのように発射するのがトッポです。ホーミング性能が非常に高く、少しでも回避タイミングがずれると引っかかります。だいたい剣の角度を支点として180度ないくらいの攻撃範囲で、大雑把な指標として持ち手側なら右足よりも潜り込んだ位置、背後側なら背負った縦のもっこり部分より右側が安全圏です。駆け上がりで飛び越えてしまえば簡単にアンチに入れます。高速タックル。予備動作、肩を向けた構え。弾き後状況、よくなし。距離がある状況で繰り出してくる攻撃。一瞬で加速し、長距離を突進してきます。ガード判定付きの攻撃で、動作中は正面からのダメージをカットします。持続が長く、後方のステップ回避は危険です。双剣連撃。予備動作、振りかぶった赤い構え。弾き後状況、そもそも間以外。距離がある状況で使用する最大5連撃の上範囲攻撃。自在に剣を操り、ヤムチャもびっくりの操作性能で正確に切りかかってきます。タイミングも変則的なため被弾率の高い攻撃ですが、性質を覚えてしまえば予測しやすい攻撃なので後に解説します。以上が鈴玉狩りの攻撃モーションです。形態変化はなく、接敵時から全ての技を使用してきます。鈴玉狩りの各ステータスはこちら。一つ、雷属性に弱く、状態異常は幅広く通ります。スタンス設定値は80ですが、デュオ、トリオにおいては、与えるスタンスダメージを 45%、70% と軽減するため、ダウンするまでに、ソロ時と比べ、約2倍、3.3 倍の削り値を要します。深度によるスケーリングは以下の通り。注意すべきは、深まれば深まるほどダウンしづらくなり、弾いた際のスタミナ消費量が最大で 1.5 倍になるということ。高深度で通常個体と同じノリで戦っていると、あっという間にブレイクしてほふられます。このスタミナダメージの増加については、鈴玉狩りに限らず、ほとんどの敵も同様にスケーリングしているようです。続いて、派生のメカニクスと要注意点、厄介な攻撃の性質を総覧します。一撃ごとの威力が極めて高く、ワンパン級の破壊力を秘めているため、これでもかというくらい丁寧に紐解いていきましょう。長い解説となるため、必要に応じてスキップしてください。攻撃の派生ルールについて。鈴玉狩りは型に忠実で、テニスでいうところのフォアハンドとバックハンドを交互に繰り返すかのように派生してきます。イメージとしては、とんでもない大振りの往復ビンタです。各コンボパーツの構えごとに、どちら側に属するかを分けると、このようになります。一部繋がらないものはありますが、この2つのカテゴリーの攻撃から、
交互に派生技が抽選されます。使用率の高いコンボと照らし合わせてみましょう。毛さ切りから攻撃が始まったので、次はバックハンド軍から抽選されます。なぎ払いが選ばれました。次はフォアハンド軍から抽選されます。元の攻撃に戻る逆派生は存在せず、一度選ばれた攻撃は対象から外れます。月が選ばれました。派生として使用する月はコンボ締めとなります。この3コンボの使用率が一番高く、最も発生の早い攻撃なので、ひとまずこれを警戒しておけば良いと思います。念のため、攻撃の全派生パターンもサクッとまとめます。毛さ切り指導。なぎ、月派生。先ほどの基本コンボ、常に念頭に置いておく派生です。なぎ、兜割り派生。予備動作が長いため、月を警戒していても、兜割りの判別は容易です。なぎ、兜割り、強なぎ派生。兜割りはそのまま終わる場合と、強なぎに派生する場合の2通りがあります。なぎ、釈光派生。月に構えが似ているので注意。釈光3連からの派生技はありません。強なぎ派生。強なぎ払いはいかなる場合もコンボ締めとなります。なぎ払い指導。なぎ指導は毛さ指導の途中から始まっているという認識で、後派生パターンは全て同じです。兜割り指導。兜割りで始まった場合も、前述の通り途中から始まった状態と同じ、単発もしくは強なぎに派生します。月指導。月から指導した場合は、単発で終わるパターンと、バックハンド軍に派生するパターンがあり、この場合のみ、バックハンド派生は全てコンボ締めとなります。なぎ派生。指導技の月は、この派生を警戒しておきます。強なぎ派生。めったに見ることがない激レア派生です。この派生の映像を3つ集めて送ってくれた方に、金の鈴玉を差し上げます。釈光3連撃指導。この攻撃に後派生はありません。単発で終わります。以上が執行者間合いでの基本コンボの全てです。このコンボの合間合間に、盾やドリルなどの単発技を差し込んできます。盾叩きつけ後の爆発派生について。この爆発攻撃は、前方に対しての叩きつけであること。叩きつけが回避などによりノーヒット判定であること。爆発の間合い近辺にいること。この条件が揃った際に高確率で派生します。被弾、弾きなどのヒット判定後や、振り向きざまの叩きつけに爆発派生はありません。後隙が長く貴重なチャンスタイムですが、前方への叩きつけかどうか、狙われた人が回避したかどうかを見極めながら、カウンターの有無を判断しましょう。双剣連撃の性質について。長範囲で味方も巻き込まれやすいこの攻撃。基本は密着を維持して、この攻撃を出させないのが一番ですが、のけぞり後や影の移り変わり時など、瞬間的に距離が開いた際に使用してくることがあります。このようなイレギュラーな場面に備えて、しっかりその性能を把握しておきましょう。一見ランダムに見えるこの攻撃にも、いくつかのパターンとその派生ルールが存在します。まず、フォアハンドから始まるパターン。これをベースコンボとしましょうか。最大で5連撃のコンボですが、初動を1段目、剣を手元に呼び戻す攻撃を5段目、というように連番で切り分けます。鈴玉狩りは、各攻撃時のプレイヤーの位置状況で、次の攻撃を行うかどうかを判定しています。飛ばした剣よりも外側に位置すれば次の派生。飛ばした剣よりも内側に入った場合は、その後の連撃を省略し、剣を呼び戻す、といった流れです。フォアハンド指導のベースコンボの場合、
この判定を4段目まで繰り返します。4段目時点でさらに外側にいた場合は、5段目の呼び戻し攻撃は行いません。この双剣連撃にも、鈴玉往復ビンタの定理が適用され、派生省略時の行動は、フォアハンド時に懐に入っている場合は呼び戻して切り払い。バックハンド時に懐に入っている場合は背後突き。の2パターンです。続いて、バックハンドから始まる双剣連撃について。バックハンド指導は、先ほどのベースコンボの2段目から始まっているような状況ですが、若干ユニークな性質を持っているので、切り分けて覚えましょう。バックハンド指導の場合は、1段目時点で攻撃対象が内側か外側かに加えて、剣付近かどうかも判定しています。初撃で懐に入った場合は、その時点で攻撃が終了します。バックハンド指導の1段目は、内側への咎め行動はありません。剣付近の距離感にいた場合は、連続ロリでないと狩られる素早い2段目に派生して、呼び戻し切り払いの3コンボで終わります。これがバックハンド指導のユニークな中間派生です。初撃の間合いより外側にいた場合は、ベースコンボの3段目につながり、その後は同じルールで続きます。バックハンドで始まった際は、自キャラの位置に集中して、なるべく1段目を内側に避けましょう。最後に特殊な派生パターン。執行者間合いでは滅多に見ることのないパターンですが、指導技のけさ切り、なぎ払いを避けた時点で距離が空いている場合、そのまま双剣攻撃に移行することがあります。派生としてのなぎ払いも対象です。けさ切りを後方に避けた場合、直線的な長い立ち筋で剣を飛ばしてきます。この攻撃に対しても距離の判定がなされ、剣よりも内側にいた場合、ユニークな派生となり、縦叩きつけからの背後突きと切り払いに派生します。戻ってくる剣にも判定があるので注意です。剣付近、または外側にいた場合、ベースコンボの3、4、5と続きます。なぎ払いを後方に避けた場合、ベースコンボと同じ扱いです。1から始まって5まで続きます。1判定の使用も同様です。以上が双剣攻撃のからくりです。どのパターンも攻撃を入れるほどの後隙はなく、浮かせた剣を弾いても耐性は削れないので、タゲを取っていない場合は安全な背後に回り込み、狙われている場合は、フォア、バック、どちら指導かを確認。離れるのではなく、とにかく内側に入って行動を終わらせ、呼び戻す際の攻撃ケアを心がけましょう。ここからは、スキップ推奨のそこまで重要でない余談です。まず、縦パリーについて。パリーについては、たくさんの情報がすでに出回っているので、あまり深掘りはしませんが、直に剣を握っている攻撃は、ほぼパリー可能となっています。近接技にも見える剣を呼び戻した際の切り払いは、バックハンド時の切り払い。トッポドリル後の切り払いに判定はなさそうで、フォアハンド時の切り払いには判定がありました。うまくいけば何もさせずに無力化できる手段なので、パリー盾を拾ったら狙うのもありかもしれません。続いて、弾きによるスタンスダメージについてのお話。ダウン寸前までパンパンに膨らんだ鈴玉に対し、各攻撃を弾いた際の耐性削り、ダウンの有無を確認してみました。高速タックルではダウン判定なし、縦でブロックしているものと思われます。縦叩きつけの衝撃波部分、その後の爆発については、ダウンが取れたり取れなかったり。双剣連撃についても、弾いてのダウン、目に見えるスタンス削りは確認できませんでした。時間でのスタンス回復によるムラを踏まえ、各攻撃10回ずつは試行しましたが、ダウン確認できなくても、ごく微量にスタンスを削っているのかなという印象でした。
呼び戻した際の切り払いについては、フォアハンド後の切り払いにはダウン判定があり、バックハンド指導、速い連撃時の切り払いにはなし。遠距離ドリル後の切り払いは判定がありました。釈光3連の1、2段目もダウン判定はありませんが、だいたい5回弾いたらダウンするソロ鈴玉の弾きカウントに含まれていたので、この攻撃については明確にスタンスを削っているようです。近距離版のドリルはスタンス削り、ダウン判定ともに確認できましたが、各ヒット判定の削り値は通常技を弾いた際よりも少ないようです。遠距離版のドリルは不安定で、ダウンが取れたり取れなかったり。そもそも遠距離ドリルは、手がかりのスタミナダメージがえげつないので、弾くのはかなり危険です。飛んでいくマレー剣もこれで見納めとしましょう。同じスタンス値を持つ敵でも、ダウンまでに必要な弾き回数に差が出る点に疑問を持ち、被ダメージが耐性削り値へ比例換算されて跳ね返っている、という仮説を立て、検証に至りましたが、確信を持てるほどの成果は得られませんでした。ドリル攻撃の削り値やダウン判定の有無があることを鑑みるに、攻撃ごとに敵の耐性値自体が都度変動しているようにも感じるのですが、このままだと動画の本筋を乗っ取られてしまうので、遠距離ドリルは弾くべからず、削り判定がない攻撃については、両刀を光らせる目的以外回避する方がスタミナに優しい、という着地点で締めさせていただきます。ほぼ自己満足の調査ですが、最近、耐性値の使用について頭を悩ませていたので、我が検証をここに捨てさせていただきます。有識者の方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますと幸いです。さて、余談が過ぎましたが、以上が鈴玉狩りの全貌となります。理不尽な点を一つでも見つけて、ミスった時の都合のいい言い訳にでもと目論んでいましたが、ぐぬぬざるを得ないくらい、納得度の高いモーション設計でした。これには、〇〇は両ボスおじさんもにっこり。意識して観察すれば、目はすぐに慣れてくると思います。続いては、こちらのターン。鈴玉ガリガリ検定、実技対策。対応編へと参りましょう。数名の執行者方にアンケートしたところ、接敵のハードルはだいたいレベル10前後にあるようでしたので、レベル10でのスタミナ量を想定した立ち回りを意識しています。高深度でのスタミナダメージ増加も踏まえ、状況に応じて調整、管理しやすいカウンターを中心に組み立てていきます。まずは、自ら地名を取る場合のいい感じのちゃちゃ入れを確認。納刀、通常弾き、ガードカウンター入力済みの3通りのみまとめておきます。血の刃地名。地名に間に合う範囲で入れられる血の刃の数は、納刀ダウン時2発。弾きダウン時1発。ガードカウンター入力済み時は0発です。地名後は、なぎ自動で4発。それ以外で最大で5発入りますが、スタミナを見つつ判断しましょう。ガードカウンターのカウンター部分でダウンした場合は、弾きダウン時と同じです。刀地名。通常武器で殴る際は、納刀ダウン時、強2発。弾きダウン時、弱、強攻撃あたりが限界値。ガードカウンター入力済み時は殴る暇なしです。地名後はフルコンボ入りますが、こちらもスタミナと相談しつつ調整しましょう。個人的には、納刀時に距離を取りつつ、弱、強攻撃で地名をサンドイッチするのが、スタミナ面がちょうどよく、腕流れも美しくて好きです。妖刀地名。アプデで妖刀が強化されたため、武器ダメージだけを見れば、青武器未満なら妖刀の方が若干期待値が高いです。スタミナの観点からも、序盤や、すでに何度か出血している場合は、
そのまま妖刀で致命を取ってもいいでしょう。弾きダウン時は振るため今日一発。弱点の一つ属性も入れられて馬味ですが、正面以外は好かりがちなので注意。ガードカウンター入力済み時はジャンプ強化今日一発。解放切りを入れるなら致命後推奨です。あまりないとは思いますが、解放するためにわざわざ抜刀し直す場合は強攻撃くらいなら入れられます。致命後は通常武器と同じフルコンボ入ります。妖刀の場合はスタミナに余裕があると思います。バックスタブの場合は復帰までの時間が通常より短いので注意してください。各対応はあくまですぐ反応できた場合の最大数なので、余裕があれば狙う程度でスタミナや反応速度を見て調整しましょう。本検定では致命に間に合わなかったが一番の減点対象となります。袈裟切り。確認猶予が長いので崩し値の高いジャンプ強攻撃で対応します。唯一ダメージを与えられる手段です。イレギュラーで間に合わない状況では普通に弾いて OK です。この後はなぎと強なぎの2つを警戒します。なぎ払い。執行その1。なるべく納刀弾き。この後のコンボに備えてスタミナを温存したい場面ですが、納刀で反応するのに慣れが必要です。注意点として、袈裟切りをジャンプ攻撃でさばいた場合は納刀が間に合わないので裏弾き有限の守りが必要です。なぎ払いへの派生を確認したら通常弾きを一瞬挟んでから納刀しましょう。執行その2。納刀で反応するのが難しい場合は通常弾きで OK です。番外執行。兜割りに派生した場合のみ弾いて着攻撃が一発入ります。これを見極められるハイヒューマンの方のみ取り入れてください。突き。派生技と指導技の場合で分けてまとめます。なぎ払いからの派生突き。執行その1。弾いてガードカウンター。なぎを納刀でさばいた後は抜刀を構えておきます。執行その2。弾いて着攻撃2発。口実の指導突きとのさばき分けが難しい方はこちらの対応をお勧めします。執行その3。解放切り。乱数により口実の抜きどころがなかなか引けないことがあるので、溜まり続けているときはここで解放しても OK です。突きは耐性避けできているのでタイミングはざっくりで大丈夫です。指導技としての突き。弾いて着攻撃。指導技の場合はなぎ払いに派生する可能性があるので着攻撃を入れながら派生を確認します。なぎ払いに派生したらここでガードカウンターを。派生しなければ着攻撃を追加で入れます。突きにはガードカウンターと記憶しておくのは危険です。派生か指導かをしっかり見分けましょう。兜割り。執行その1。裏弾き解保後着攻撃。構えを確認したらロックオンを外す準備をし、通常弾きと同時に後方入力を入れます。弾いたらすぐにロック解除と再ロックをカチカチっと素早く入力。再度ロックしたら着攻撃しつつ強なぎへの派生を警戒します。のけぞっている間に妖刀が光っているかどうか確認できると視覚取得において有利に働きます。執行その2。納刀後着攻撃。着攻撃を入れながら強なぎ派生を確認します。
納刀の終わり際で弾けばギリギリ2発入りますが、スタミナ消費もエグいので1発に留めておいた方が安全です。血の刃も同じく裏弾き返し刃の構え込みで1発挟み込めます。強投げへの派生なし、投げ攻撃などその後の行動次第では2発入りますが、こちらも1発に留めておいた方がいいでしょう。投げ後など納刀状況では裏弾きムーンシフトが必要になるので注意。通常武器プランを運用する場合は投げ払いは納刀しない方が安全です。番外執行。強投げ派生の有無を見極められるハイヒューマンの方は、派生した場合は弱攻撃、派生しなかった場合はガードカウンターを入れてください。確認猶予は約10フレーム。それ以上遅いガードカウンターは狩られます。私にはこの確認は無理でした。強投げ払い。執行その1。裏弾き、解放後ガードカウンター。兜割り同様に、構えを確認したら準備して、のけぞりを制御し、ガードカウンターを入れます。この後、投げで指導した場合は、納刀が間に合わないので、普通に弾くか。納刀したい場合は、裏弾き、有限の守りを使いましょう。執行その2。ジャンプ強攻撃からの弱攻撃。毛さ切りからの派生時などに便利な、スタミナ節約対応です。タイミングに少し慣れが必要で、インパクトに合わせるというよりかは、前もって飛んでおくくらいの意識がちょうど良いと思います。執行その3。納刀弾き。この攻撃の後隙は意外と短く、ここまでの一連のさばきでかなりスタミナを消耗しているので、次に備えた回復ターンとしても OK です。特に高深度での戦闘においては、この方法をお勧めします。弱攻撃を入れるなら2発が最大。血の刃なら1発が安全でしょう。執行その4。解放斬り。兜割りを弾いて、のけぞっている間に派生を確認します。釈光を確認したら、若干遅らせ気味に解放斬り。背後に壁がなければ、強投げはほとんどの場合スカりますが、解放後の距離状況も良くなるため、念のためタイミングを合わせておきましょう。裏弾き、解放を入れる場合も同様です。解放狙いの場合、兜割りへの着攻撃は控えます。解放弾きが苦手な方は、後ろステップを入れて確実に距離を消しても OK。入力は全て最速で良いですが、ステップ分のスタミナ消費が加算される点に注意。解放後の追撃は投げに駆られるので控えましょう。派生しなかった場合は、必要に応じて距離修正しつつ次に備えます。鈴玉の攻撃は平均3回弾けばチャージが完了するので、コンボ締めに当たる強投げの時点では両刀が光っていることがほとんど。解放斬りが大幅に強化されたのもあり、適度に抜きどころを設けておきます。解放後は背後状況となるので、後隙の長い縦叩きつけを誘発できればさらに馬味です。釈光3連撃。執行その1。2段目を通常弾き。最終段に合わせて解放斬り。タイミングは2段目を弾いた後、最速で入力すれば自動で判定と噛み合うので簡単です。背後に回って縦攻撃を誘発しましょう。反応が良い人は、1段目を納刀でさばけると、スタミナ消費を若干抑えられます。執行その2。1段目を通常弾き。2段目をジャンプ強攻撃。最終段にガードカウンター。崩し優先、または両刀が光っていない時の対応です。1段目を弾いたら、最速でジャンプ強攻撃を入力。少しでも遅れを感じた場合は弱攻撃、あるいはジャンプのみとして最終段の弾きに間に合うようにしてください。
ジャンプ攻撃を使う場面では常にスタミナが残っていない場合に攻撃を控え微回復を挟む選択肢も想定しています。状況に応じて柔軟に調整してください。妖刀のチャージ状況の確認が必要という点で難易度はレベル2としています。ここまでが主要派生パーツへの応答の型となります。一連の流れに即して軽く具体例を見ていきましょう。袈裟切りの構えを確認したのでジャンプ攻撃の準備。この後はなぎか強なぎを警戒。なぎが来たので一瞬弾きを入力して納刀しスタミナを微回復。兜割りに移行。抜刀しつつのけぞりを制御して弱攻撃。強なぎの有無を確認します。赤く光りました。再度のけぞりを制御してとどめのガードカウンターです。袈裟切りの構えを確認したのでジャンプ攻撃の準備。再びなぎの構え。今回は普通に弾きました。赤く光ったので釈光3連です。妖刀が光っていることを確認し初段を納刀で弾き解放締めで対応します。縦叩きつけを警戒。スタミナがあればさらに火力を出します。次はなぎでの指導。納刀でさばきます。兜割りに派生しました。今度は血の刃を差し込んでみましょう。ムーンシフトでさばいて一発。強なぎを確認。返し刃とムーンシフトの合わせ技でさらに一発。この後の最速行動としてなぎ指導を警戒します。つかみ攻撃などを判別できれば追撃が入れられます。鈴玉狩りとの対局ではこのような流れがメインとなります。残りは合間に繰り出してくる単発技。余すことなく解き明かし盤上を制していきましょう。縦叩きつけ。執行その1。納刀弾き後に追撃。血の刃なら3発。弱攻撃なら4発。次の行動がつかみの場合のみ、それぞれ追加で一発入ります。非常に後隙の長い攻撃で、がっつりダメージを稼げますが、スタミナを見ながら攻撃数を調整してください。次のコンボ対応に備え、スタミナは十分に蓄えておく必要があります。執行その2。弾いた後、解放して距離修正。シンプルで簡単な対応です。妖刀が光っている時の安定した抜きどころとなります。遠距離での強力な攻撃を誘発しないよう、すぐに解放して距離を修正しましょう。執行その3。裏弾き、解放後ガードカウンター。追撃として弱攻撃を2発。崩し優先の対応です。次の行動がなぎだった場合、狩られるので、追撃は2発に留めておきます。爆発攻撃は味方も巻き込まれやすく、非常に危険です。やむを得ない状況を除き、絶対に弾いてヒット判定を取り、爆発への派生を阻止しましょう。つかみ攻撃。予備動作を確認したら弱攻撃。ジャンプで判定を受け強攻撃。さらに弱攻撃で追撃を入れます。だいたい予備動作に反応して弱攻撃を入れた後に飛べば、タイミングはおのずと噛み合うとは思いますが、苦手な方は弱攻撃を省略し、駆け上がりで安定をとっても OK です。弱攻撃時点で、あ、これジャンプしたら死ぬわ、と感じた場合は、おとなしく回避しましょう。前方に避けて縦誘発を取るか、後方に避けて追撃を取るかはお好みで。次の行動がナギ以外なら解放切りを差し込めますが、ギャンブルになるので状況で判断します。エオヒドの剣舞。執行その1。
予備動作を確認したら剣側に回り込みます。手がかりに太い判定があるので、それを利用してガードカウンター。さらに着攻撃を2発。待機位置はだいたい両足の延長線上あたり。猶予は2ステップ入れられる程度の時間なので、予備動作時点で距離が離れている場合は無理しない方が安全です。執行その2。同じく剣側に回り込み、初撃の判定を納刀。通常武器で追撃。血の刃なら3発。弱攻撃なら4発入ります。回り込みが甘いと、攻撃時の前進でドリル判定に引っかかってしまうため、しっかり位置を見て殴ります。執行その3。遠距離板にならないよう近づいて、キュンキュンキュン。気持ちよくなりたい人は弾いても OK ですが、前段弾くのにレベル8程度のスタミナでギリギリ足りるくらいです。2日目の鈴玉はスタミナダメージが 10% 増えるので、レベル10程度のスタミナが必要になります。深き夜ではさらにスケーリングするため、ダウン間近やよほどの弾きジャンキーでなければ控えましょう。初段さえタイミングを合わせれば、長押ししなくても OK です。執行その4。予備動作を確認したら、距離を取って遠距離板を誘発します。剣を高く浮かせたのを確認したら回避して、懐に潜り込み攻撃。切り払いにガードカウンターを入れます。位置状況的に左手に回り込む余裕がない時の対策です。遠距離板を弾くのは絶対に控えましょう。高速タックル。執行その1。裏弾き。回保護ガードカウンター。後隙が長いわけでもなく、前方からのアクションは防がれるので、カウンターを入れるとしたらこれかな、という印象です。執行その2。納刀弾き。左手に回り込むような意識で弾けばガード判定を潜れますが、そこまで大きなリターンは取れないので、おとなしく次の攻撃に備えても良いと思います。ここでプチ情報を一つ。敵側にもガード時に消費するスタミナの概念があり、ガード判定付きで突進してくる影響かはわかりませんが、高確率でタックル後の攻撃が派生せず中断されます。故に、タックル後の指導技に対しては強気に出てもいいかもしれません。敵のスタミナ最大値のマルチ、深度による変動はなさそうでしたが、あくまで高確率の事象のため、ノークレーム、ノーリターンでお願いいたします。双剣連撃。前提として密着を維持するため、レアなケースとなりますが、のけぞり後や影が移り変わった時など、イレギュラー時に備えた対応です。わかりやすいように、フォアハンド、バックハンド両対応の方法とします。初撃に反応できる場合、1段目を前回避で避けて着攻撃。フォアハンド指導の場合は切り払いにガードカウンター。バックハンド指導の場合はお咎めなしなので追撃を入れます。長引かせると味方も巻き込まれて危険なので、理想は初撃で内側に入り込むことです。距離判定のタイミングが噛み合わず中間派生となることがあるので、鈴玉の挙動から目を離さないようにしましょう。初撃への反応が難しい場合、2回弾いて開放切り、最速入力ができていれば、フォアハンド指導の場合は開放後にギリギリ着攻撃と切り払いにガードカウンターが差し込めます。バックハンドの場合は逃げ決めが早いので注意。指導サイドを見分けられない段階では最初の2回弾きのみに集中しましょう。4段目以降の攻撃については派生させること自体が悪手なので、鈴玉ガリガリ検定のレギュレーションでは派生させた時点で失格とさせていただきます。勇気を持って前に踏み出しましょう。
注意点だけを押さえるとすれば、背後付きの後硬直が5段目と省略時で差があるので、これには何もしない方がベターです。今朝、凪からの派生については、かなり稀なケースなので、各自の執行力によるアドリブパートで、特に決まったカウンターは準備しないものとします。やりやすい方法でさばいてみてください。お疲れ様でした。以上をもちまして、試験対策過程は終了となります。あらゆる手立てが通じる鈴玉狩り。崩し、スタミナ、状態異常、解放切り、それらがなるべくバランスよく噛み合うように、独断と偏見で定めたカウンター集になります。知を得て技を得た今、恐怖は無産したことでしょう。落ち着いて対峙することこそが勝利の要。唯一の負け筋は、己の手元のほころびのみ。機はすでに熟しました。名実ともに狩る側として認めさせる実技試験に参りましょう。準2級の試験会場、デュオの通常遠征に繰り出しました。デュオ鈴玉のスタンス耐性補正は 45%。必要削り値がソロのほぼ倍であれば、一連の流れとして腕を試すにはちょうどいいでしょう。まずは、血の刃を積んだ出血部門から。レベルは基準としていた10、洗剤は取らず、異物でスタミナの補強と自傷ダメのケア、FP 補正も積んでいます。毎度のことながら、実戦の収録はまさに試験みたいな緊張感があります。今宵はじくは、積年の恐怖。鈴玉ガリガリ検定、認証の儀。万感の思いを込めて、尋常に参ります。距離が離れていると危険なので、視界に入ったらすぐに距離を詰めます。指導月を見極め、凪を納刀、兜割りに血の刃を入れます。盾が来たので再び血陣。次のコンボに備えてスタミナを回復します。納刀でダウンしたので2発入れて致命。スタミナを回復してさらにバシャバシャと入れていきます。これを弾くと後が怖いので節約対応。盾が来たらスタミナを見つつバシャバシャ。ガードカウンター入力済みのためそのまま致命を取り、自傷ケア用に抜いておきます。背後なので盾を警戒。盾が続いて馬味ですが、スタミナを回復。凪はしっかり納刀で対応。これだけでも、スタミナ状況がだいぶ丸くなります。スタミナが半分切ったので、ここも節約対応。妖刀が光っているので、解放対応でさばきます。ダウン読みで納刀しましたが、バグで押し出されたので1馬車。スタミナを見つつ3馬車入れます。納刀でスタミナを回復できたので、ここは少し欲張ります。ちょうど光ったので、解放対応。バクスタは隙が短いので、スタミナ回復を優先。ダウンを確認したので、おかわり馬車を入れて致命。コンボ開始時のスタミナは常に意識しておきます。光ったので解放しましょう。納刀ダウン、2馬車で致命です。ちょっと欲張ったので、スタミナを節約。頭に入れてなくても、つかみは見てから反応が容易です。最後もしっかり見極めて、バシャッと討伐。必要以上に血の刃を差し込む立ち回りでしたが、致命前後や後隙の長い攻撃後にしっかりとバシャれれば、十分なダメージ源になると思います。続いて、妖刀部門の試験に挑戦します。致命強化とスタミナ補強を手厚く組んでいるので、妖刀での立ち回りでは、
ガードカウンターを絡めた崩しの回転率と、いかに溜め込まずにすぐ抜けるか、という点に重きを置いて立ち回ります。血肉の芳醇をもって妖刀を喜ばせてやりましょう。遠距離タックルで幕開け、タックル後息切れ理論で次の攻撃にガードカウンターを入れます。早速2発入れられたので、ここはダウン読みの無茶カウンター。フルタメ強で致命を取ります。光っているので抜いておきましょう。回避を入れつつ、しっかりスタンスを削っていきます。先行入力で即致命を取ってしまいました。減点対象です。スタミナがないのでフルコンは自重します。ここは解放しても良い場面でした。抜き損ねたので強なぎ読みで弱攻撃を自重。派生してくれたので抜きましょう。バクステ攻撃で前致命狙い。お尻への吸い付きは相変わらずです。つかみはごく微量にダメージがあるので非ダメージトリガーのバグが発動します。ちょうどダウンしたので一つダメをしっかり入れて致命。異物パワーで贅沢にフルコン入れます。ここは光っていないので崩し対応。崩し値の高い攻撃時はダウン確認すると致命前のフルタメが安定します。忘れずに解放。ダメージのスタックが気持ちよいですね。ジャンプ強後のナギは一瞬弾きを挟んで納刀します。指導時は光ってなかったので崩し対応でさばいてしまいました。カウンター入力済みなので今日一発で致命です。ごまかすように抜いておきます。スタミナもあるので光る読みでジャンプせず弾き。疑惑のお尻判定でフィニッシュです。ところどころすぐに解放できなかった場面があり SPS、もとい、集中パーセカンドの低下が見られましたがバフのおかげか出血よりも良いタイムが出て驚きました。師匠の評価も上々のようです。通常武器を用いた立ち回りと比べ見るべきところが全く違うのでとても新鮮な気持ちで鈴玉ハントを楽しめました。自分に合った対策が取れるのもこのボスのいいところだと思います。晴れて私もベルベアリングハンターハンター軽い狩活を経て締めくくりとしましょう。ここからはほぼエピローグとなります。凄腕プレイヤーに憧れて一丁前に入力オーバーレイなるものを準備したもののテロップが入ることを失念してしまいました。ちょっとずらしておきますね。今回の収録のおかげで鈴玉狩りから学ぶことはもう何もなく対峙する上での不安なども一切なくなりました。当初の目的だった苦手意識の払拭は果たせたと言っていいでしょう。とは言ってもプレイヤーレベルも目に見えて煮詰まっており今更鈴玉に壊滅させられるみたいなことは杞憂かもしれませんね。練習する際は火山カリゴがおすすめです。5分の3の確率。出撃時にこの位置に境界があれば確定で屋上か地下に湧きます。この時は霊気と血の刃を積んでいます。手癖なども気にせずリラックスして戦っていますが改めて見てもやはり一番重要なのはスタミナを常に意識しておくことだと感じます。ソロだとすぐにひざまずくので多少は継戦性を無視しても良さそうです。1体目全くもって肩慣らしにもならない個体でした。次に参りましょう。この時は戦技を使わずに修行した時の映像です。血の刃教信徒の私はどのくらい差が出るのか気になるところですが妖刀が強化された今タイムアタックを前提に思考するなら何が最適解かはいまいちピンときていません。それにしてもソロだとワンコンボさばけばダウンするくらい脆いですね。
30秒で半分削れているので、進行を見直す必要があるかもしれません。バッシャバッシャという気持ちの良いエフェクトは、取って変わるもののない快感ではあるのですが、見てわかる通り、普段からチャージの確認などを厳格に行っているわけではありません。致命時など余裕のある時に認知して、釈光3連など差し込みやすい行動が来た時に抜くくらいの感覚で良いと思います。無茶をせずリラックスして戦いましょう。2体目。やはりある程度出血すれば無理に血の刃は入れなくても良さそうですね。次に参りましょう。雑談する内容もなくなってきたので、過去の自分にダメ出しでもしましょうか。対策として紹介していないことをしています。動画的には減点です。ここは光っていないので弱で正解。致命後馬車を狙って納刀したのでしょう。ちょっと欲張りすぎですね。この強ナギには解放を合わせたかった。ナギの納刀ができてません。減点。強ナギ読みでちゃんと解放を狙ってます。加点。指導時のスタミナ状況が辛いです。減点。一馬車致命。いい判断ができてます。加点。光ったのでこの兜割りには解放を狙いたい。やるじゃないですか。光っているのが確認できてます。加点。フィニッシュなのでそのまま致命と。まあ9大点でしょ。試験時の記録も踏まえると、私の手癖では1分強くらいが平均のようです。本編で長らく愛用していたマラカスも出て5万越のご様子。鈴玉にほふられた夜渡りの数が100万と仮定すると、残り99万9996体。早速ほふり尽くしに行きましょう。全プレイヤーにとっての恐怖の象徴、鈴玉狩り。自信を身につけた今では、退治しても恐れや迷いを抱かなくなり、それだけでファームの快適度が少し上がったように思います。特殊なテクニックを含め、様々ないなし方ができる相手であり、執行者の理解度を一段階深める上で、格好の練習台だと感じました。今度こそ20分程度で見やすくするぞと意気込んでいましたが、うっかり限界まで追い求め、過去最長の動画となってしまいました。最後までお付き合いいただき、心より感謝いたします。それではまた、次なる脅威が、我が剣撃を試すその時にお会いしましょう。最後に、執行者 OTP の私から一言。